今日から魔王 DVD ボックス3スペシャルドラマ CD。 これが魔のつく大団円。坊ちゃん、ダメか、気持ちよさそうに寝ちゃってるもんな。陛下、有利陛下。やべえ、遅刻じゃなくて、あれ夜作じゃん。あれじゃないでしょ、陛下。お仕事熱心、大いに結構ですがね、こんな机の上に突っ伏して寝てたら首が痛くなっちまいますよ。ああ、実は仕事じゃなかったり、本読んでたらうとうとしちゃってさ。へえ、何の本です？へえ、じゃーん、毒女アニシナ最新刊。おや、それまだ発売日前じゃなかったですか？そうなんだけど、そこはそれ王様権限でさなんて。本当のこと言うとさ、アニシナさんが出来たてほやほやの見本をグレタのとこに持ってきてくれたんだよ。それを拝み倒して先に読ませてもらってるんだ。そりゃまた大人げないお父さんで。グレタには後で読み聞かせてあげる約束だからいいの。はいはい。で、ご用ってのは何ですかね、坊ちゃん。ああ、そうだった。ごめんな、ヨザック。こっそり呼び出しちゃって。いえいえ、隠密行動は俺の仕事の基本だからいいんですけどね。それにしても、誰にも内緒、隊長にも内緒なんて言うから何事かと思って。ああ、何事っていうか、コンラッドのことなんだけどさ。どうしました？ヨザックさ、コンラッドが新魔国に帰ってきてからなんか話した？俺が地球に戻ってる間とかに。はあ？それはどういう意味です？そのまんまの意味だよ。コンラッド、やっと大シマロンから帰ってきてくれただろ？いなくなった理由も分かったし、本当は俺たちのことを裏切ってたわけじゃなかったんだって納得できたし、もう元通りって思うんだけど、なんかさ。あいつ、この後に及んで陛下に何か失礼なことをしましたか？いや、してないよ、そんな。失礼なんて全然ないよ。むしろ、よそよそしいっていうか。そりゃ当たり前です。理由はどうあれ、一度は魔王に歯向かった男だ。特別に陛下直々のお許しが出て、地位の剥奪も厳罰もなしで済みましたが、しばらくおとなしくしてもらわなきゃ民に示しがつきません。そんな大げさだよ。民に示しとか言うけどさ、新魔国のみんなは死んだと思ってたコンラッドが生きてたって喜んでるじゃん。それはグエンダル閣下やギュンター閣下が情報を操作したからですよ。隊長の左腕を海へ沈めたところまでで公式の情報は抑えて、大シマロン側についたことを民には伏せた。だからなんとかなってるんです。それはそうだけど、ヨザックってコンラッドと友達なのに厳しいんだな。陛下が甘すぎるんですよ。フェラー教出奔の件は10貴族や上層部にはある程度バレてるんです。それをなかったことにするために、うちの閣下がどれだけ動き回って取引したかご存知ないでしょう。グエンダルが取引？反逆者に罰も与えずあっさり許せば、身内に甘い、陛下に取り入って不正をしていると不満を持つ者もいるでしょう。下手をしたらそのまま陛下批判にもつながりかねない。そんな。他国と緊張関係にあって禁忌の箱の問題もまだ片付いていないこの時期に、ウェラー教のことで内部の結束を崩すわけにはいきませんからね。陛下が地球にお戻りの間、フォンボルテール教は他の10貴族の領地に自ら出向いて話をつけて回ってたんですよ。そうだったんだ。渋谷
遊びに来たよ。あれヨザックもいたんだ。ゲイか。村田、どうしたのお前。新曜病の方は大丈夫なのか？うん。箱が増えたせいで、託船の間の空気が安定しないらしくてさ。なんかウルリー家が頑張って沈めてるみたい。って、お前も手伝ってやれよ。一応大賢者だろ？だって、新曜病で魔力が一番強いのウルリー家だし。僕は知識だけで、実践にはあんまり役に立たないんだよね。でもさ、あそこに自由に出入りできる貴重な男手なんだしさ。そうは言うけど、箱を動かしたり、儀式の道具を運んだりするのも、女性兵士の皆さんや、巫女さんたちが手際よくやっちゃうから僕出番ないし。あ、ほんと役に立たないのな。おかげさまで。ゲイカはお外で遊んできてください。って追い出されちゃったよ。それじゃお邪魔になるといけないんで、俺はこの辺で。ちょっと待ったよ、ザック。まだ話は終わってないってば。何何の話してたの？いや、別に大したことじゃ。大事なことだよ。ヨザック、コンラッドのこともっと詳しく教えてくれよ。詳しくって言われても。ウエラ教がどうしたの？どうもしないから困ってるんだよ。コンラッド、せっかく帰ってきたのに、微妙に俺のこと避けてるし。そう？会えば普通に喋ってるだろ？喋るけど、なんか前と違う。何それ？どこが？どこって、まず朝起こしに来てくれなくなっただろ？あと、朝の筋トレに付き合ってくれなくなったし、風呂場までついてきてくれないし。今までならさ、気がつくと、すぐ隣とか後ろにコンラッドがいたのに、なんか微妙に避けられてて、居心地悪いんだよ。それはこれまでのウェラー教がどうかしてたんじゃないの？そんなカルガマの親子じゃあるまいし、四六時中くっついて歩かれる方がどうかと思うけど。でしょ？ゲイか、もっと言ってやって。そういうの、過保護って言うんだよ。別に俺は過保護じゃねえぞ。渋谷じゃないよ。ウェラー教が君に対して過保護だって言ってんの。ちょうどいいじゃない。この機会に渋谷も名付け親離れしたら？だから、そんなんじゃないんだって。もういいじゃないですか。どうせね、俺に何を聞いたって、隊長のことで坊ちゃんより詳しいことなんてなんもないんですから。なんだ。つまりヨザックは渋谷の愚痴聞かされるために呼び出されてたってこと？突き詰めると、そんなとこみたいですね。違うって。俺はさ、今回の箱と鍵のことがショックだったんだよ。コンラッドの腕のこととか、コンラッドのお父さんのこととか、大シマロンとウエラー家の関係とか、全然知らなかったんだと思って。それは、君がまだ知る必要のないことだからだ。なんですげえ大事なことじゃん。それに、ヨザックは昔のこと知ってただろ？コンラッドのお父さんのことも会ったことあるって言ってたし。ダンヒーリー・ウェラーは、言ってみれば、俺の命の恩人ですからね。ほら、だからそういうことも全部聞いておきたいんだよ、俺は。村田だって、本当はいっぱいいろんなこと知ってるんだろ？俺の知らないこととか、箱と鍵のこととか。知ってるよ。でも、まだ君には教えない。なんだよ、その言い方。だって考えてもみてよ。4000年だよ、4000年。テスト範囲の暗記も危なくて、いっつも赤点スレスレの渋谷に、そんなにたくさん話をしたら、絶対混乱するって。それとこれとは関係ないだろ。ばっかだな。年寄りの昔話は長いってのは、万国共通のお約束だよ。僕が本気出したら、そこらのおじいちゃんの思い出話の軽く400倍は長くなるんだぞ。それでもいいわけ？それは嫌かも。だろ？だから教えないって言ってるの。なんか、うまいことごまかされてるような気がする。気のせい気のせい。とりあえず、坊ちゃんのご不満はよーくわかりました。要するに、隊長にもっと構ってほしいってことでしょ？いや、その言い方はちょっと。それなら話は簡単です。俺がウェラー教をこっちに連れてきますから、本人と差しで話し合えば問題解決でしょ？今から？善は急げって言うでしょ？それじゃ。ちょっと待ったよ、ザック！行っちゃった。もう、どうすんだよ。いいんじゃないの？
僕から言わせてもらえば、みんな渋谷に甘いって思うけど、なんか、すいません。君に落ち込まれるくらいなら、ウェーラー卿と仲直りしてもらった方がよっぽどマシかな。ちょっと焼けるけどね。遅かったな。どこをほっつき歩いていた？びっくりした。なんでお前が俺の部屋にいるんだ、ボルフラム。少し話がしたい。なんだ？単刀直入に言わせてもらうが、有利のことだ。どうした？寝起きが悪く、食欲もない。仕事も上の空だ。心当たりは？ないな。今日会った時も元気そうだった。ああ、寝起きが悪いのはあれだろう。お前の寝相といびきがすごくて、寝不足が続いているとか。心当たりがあるとしたら、そんなところだ。ふざけるな！どうした？何を怒ってる？お前が怒らせるようなことを言うからだ、コンラート！おや、名前で呼んでもらえるとは思わなかった。どういう風の吹き回しだ？うるさい！僕がお前をどう呼ぼうと、僕の自由だ！もちろん、気まぐれでも嬉しいね。話を曲げるな！今は有利の話だ！だから、それは俺に聞かれても心当たりはないと。だいたい、今俺はあまりおそばにいないようにしているんだから、陛下の異変に気づくとしたらお前の方だろ。具合が悪いようならギーゼラに見せるなりなん違うだ。だろ！お前は僕をバカにしているのか？どうしたボルフラム。誰もバカになどしていないだろう。落ち着け。落ち着いている！コンラート、お前という男は、よりによって有利の目の前で腕を残して死んだふりなどして！いや、別に死んだふりをしたわけじゃ。かと思えば、こちらに何の説明もなく大島論に潜入して、やっと戻ってきたら、今度は放置だと？身勝手にも程があるぞ！地球では、ほうれん草という言葉があるのを知っているか？ほうれん草。野菜？あの缶詰一気食いで筋力が増強するとかいう。何の話だ！ほうれん草と言ったら、報告、連絡、相談、行動の基本だろ！これが守れない、サラ・リーマンとかいう一般軍人は、みんな人生の落語者になるんだぞ！そっちのほうれん草か。で、何の話だったっけ？人が真剣な話をしているというのに、お前聞き流してたな！こんな男が我が兄かと思うと、がっかりして泣きたくなる！なんとなく叱られているらしいのはわかるんだが。兄貴扱いは悪くないな。何をにやけているんだ！ちょっといいっすか？ヨーザック、お前まで一体どうした？何の用だ？あら、陛下のところで姿が見えないと思ったら三男閣下、こっちにいらしてたんですか？お前、陛下のお部屋にいたのか？まあ、ちょっと呼び出しくらってね。今は芸家がいらしてるんで、入れ違いにこっちに来たんですけど。芸家が？大賢者がこんな夜更けにわざわざ城へ来たのか？お友達のとこにちょっと遊びに行ってとこでしょ。新王病が箱の件でバタバタしてるらしいですよ。今夜は芸家、こちらにお泊まりなんじゃないですかね。あいつが有利の部屋に泊まると、地球の話をいろいろするからグレタがはしゃいでしまって、なかなか寝ないんだ。困ったな。大丈夫。グレタは今夜はアニシナの実験室で、女だけの秘密のお泊まり会をするそうだから。さっき枕を抱えて廊下を走っていくのを見たよ。アニシナだと？ああ、いいな。グリエンもそっちに混ざりたい。うちの娘がどんどん毒女の道に染まっていく。陛下と一緒に。二人とも何しにここへ来たんだ？ああ、そうだった。隊長。ちょこっと一緒にお出かけしましょう。どこに？勝手に連れ出すな。僕の話がまだ終わってないぞ。じゃあ、ちゃちゃーっと済ませちゃってくださいよ。こちらも陛下をお待たせしてるんで、そんなにのんびりしてられないし。陛下のところへ行くのか？そうそ
なぜ？何警戒してんだよ。別に理由なんかどうでもいいだろ。あんた陛下に会いたくないの？そういう問題ではなくて。ちょっと待ってよ、ザック。行き先が有利の部屋なら話は早い。僕も同じことを考えていたところだ。そうなんすか？じゃあ都合がいいや。連れて行きましょう。よし、行くぞ。続けよ、ザック。はいはーい。隊長、ほら、行きますよ。俺は行くとは言ってないだろもうめんどくせえな。ガキみたいに意地張らない。ほらほら、来んなよ。よせ、担ぐな。バカよさ。お前俺を何だと。そうでもしなきゃ。ぐずぐずと動かないだろうが。ほら騒がない。あんまりうるさいとお姫様抱っこに変更しちゃうよ。それでもってドリアちゃんたちがびっくりして覗きに出てきちゃうよ。そしたらあんた陛下トトからの脱落理由がグリエちゃんと愛の逃避行になるから。分かった分かったから下ろしてくれ。頼む。有利。ああ、ボルーラム、どこ行ってたんだよ。大変なんだよ。さっきグレタが枕持ってアニシナさんとこに。それはもう知ってる。ああ、ポンビールベルト卿、お帰り。お邪魔してまーす。村田言っとくけど、ここ俺の部屋だから。いや、ほら、今もベッド占領しちゃってるしさ。夫婦水入らずのところへ押しかけちゃって悪いかなと思って。夫婦じゃないですから。シャラーン、お待たせ陛下、連れてきましたよ。すみません、夜分に。コンラッド。有利。言いたいことがあったら本人に言えよ。そうですよ。この人割と空気読めない男だから。あと、育児がない。そうそう、その通り。お前たち言いたい放題だな。まあ、部屋の真ん中で突っ立っててもなんだしさ。こっち来て座れば。言われるまでもない。僕はもう疲れた。寝る。何ぶーたれてんだよ。ボルフラム。おい、寝るならちゃんと着替えろ。嫌だ。拗ねてんだよ、変なやつ。ああ、ほら、せめて靴脱げよ。嫌だ。ヨザック、君もこっち来たら。やったー、陛下に誘われちゃった。じゃあお言葉に甘えまして。さすが魔王陛下の寝女、座り心地抜群ですね。ねえ。これでも庶民派の渋谷の希望に合わせて、フォンクライスト卿がお手頃価格の素材で質素にまとめたらしいよ。だって、超高級品の布団とか使われてたら、緊張しちゃって寝られねえもん。枕によだれ垂らしただけで、ものすごい罪悪感を覚えそうだし。そうは言うけど、この寝具、肌触り最高の一級品だよ。絨毯もふかふかで、部屋の温度はいつも適温。メイドちゃんたちの掃除も行き届いててさ。そこ行くと、新王病の僕の部屋なんて、古くてカビ臭くて硬くて冷たいよね。あそこは室内の調度品も年代物ばっかりですからね。でも広いでしょ。広いから余計に寒いんだってば。石の壁むき出しで、隙間風も入るし。なあ、もういっそドカーンと取り壊して、立て直せたらいいのに。村田。歴史的建造物に対してそういう言い方すんなよ。しかも一応魔族の聖地なわけだろ。不謹慎だぞ。まあ、聖地っていうか。まあ、神王のお墓ってことだよね。建前上は。でも僕、新築当時の記憶があるし、今の神王病を見ると、やっぱり随分ガタが来ちゃってるなーって感じなんだよ。そりゃまた壮大な中古物件ですね。何上ら今日。お話が盛り上がっているところ、誠に申し訳ないんですが、俺は一体どうしたら。ああ、ごめん。コンラッドもこっちに来て座ってくれよ。いや、上ら今日はまだそこに立ってていいんじゃない？はい。なんだよ村田、感じ悪いぞ。悪くて結構。こちらから呼んでおいたあれだけど、よく考えたら上ら今日って、つい最近まで大島論側についてたんだもん。
魔王のプライベートルームで堂々とくつろげるほどお偉くはないよね。おっしゃる通りです。ゲイカ。やめろよ。俺はそんなこと思ってない。そうだね、渋谷。君はそうかもしれない。でも、僕もヨザックもフォンビーレフェルト教も思ってる。村田。ウェーラー教は裏切り者だ。彼は一度魔王に刃を向けた。何より、渋谷有利の心を傷つけた。それだけはどうしても許せないね。でもそれは、仕方ない事情があったからで。たとえ、いかなる理由があろうともだ。あれ、起きてたんですか？僕なら有利のそばを離れたりしない。王に刃を向けたりなどしない。もしそんなことがあるとすれば、それは、僕が死ぬ時だけだ。ひゅー、ボルフラム閣下かっこいい。そういうわけで、ウェーラー教。僕たちは残念ながら、まだ君を信用していない。村田。渋谷にとって、重要な存在だと認識しているから、神魔国に連れ帰ったけれど、それで全てが元通り、なんて勘違いされたら困るんだ。はい。自分のしたことは許されることではないと思っています。陛下は帰ってこいと言ってくださった。でも本当は、俺はここへ帰ってきてはいけなかった。鍵や箱のことを抜きにしても、陛下のおそばにいてはいけないんだ。だから、それをやめろって言ってんの。あ？君がそうやってぐずぐず中途半端な態度で渋谷に接すると、こっちが迷惑するんだってば。そうだぞ。自己陶酔で有利を振り回すな。お前ごときに動揺する有利も大概ヘナチョコだが、説得に応じて帰国したくせに、この後に及んでまだグダグダほざくお前が一番ヘナチョコだ。ボルフラム。あんたが何の説明もなく大シマロンの軍服着てる間、有利陛下がどれだけ悩んだかあんた知らないでしょ。戻ってきたら戻ってきたで、今度は陛下を放置しまくりだし。それ、なんていじめって感じだよね。そんな、いじめてなんか。自覚のない男ってやーね。ちょっと待ってくれよ、みんな。俺は別に有利は少し黙っていろ。ウェーラー教、反省するのは結構だけど、罪悪感で本質を見失ってもらっては困るんだよ。はい。魔族の武人として、守るべきものは何か分かっているよね。はい。ゲイカ。じゃあ、剣は、さすがに今は対等してないか。何かないかな。守り刀なら持っているだろう、コンラート。ここに。鞘から抜け。有利陛下。はい。誓う相手に塚を向けて、その足元に剣を置いて。俺？何？坊ちゃん、お静かに。ウェラー教コンラート。汝が生涯の忠誠を誓う王は誰ぞ。我が主は、神魔国第27代魔王、有利陛下。ただお一人。神王の皆にかけて、生涯の忠誠をお誓い申し上げる。コンラッド。受け入れていただけますか？当たり前だろ。もう。こんなとこかな。はい、コンラッド、探検。ありがとうございます。やれやれ、手のかかる主従だこと。ゲイカ、お疲れ様。渋谷、納得した？村田、なんか偉い人っぽい。偉いんだよ。ついでに頭もいい。腹も黒いけどな。有利、こいつに言いたいことがあるなら、溜め込まないで今言っておけよ。もう言いたいことって。おっしゃってください。どんなお叱りでも受けます。どんなことでも？どんなことでも。じゃあ言うけどさ。まず、そのよそよそしい喋り方禁止な。オッケー？はい。オーケーです。あと、血明城にいるときは、できるだけ朝起こしに来てくれよ。
ボルフラムは意汚いから当てになんないし。なんだと？それと、前みたいに朝トレ一緒にしようよ。肩慣らしのキャッチボールも。いいですね。ぜひ。他には？いろいろあって、今は全部言えないよ。だからさ、コンラッド。いいことを思いついた時に、俺がこれやろうよって聞いたら、すぐ返事できるとこにいてくれよ。はい。ずっとそばにいます。急にいなくなったりしないでよ。死んだりとか、絶対ダメだから。もちろん。そんなことをしたら、ユーリを守れなくなってしまう。俺はもう、あなたを置いて死んだりしません。絶対に。なんて。はは。真面目に言われると、なんか照れる。いいか、コンラード。これからは、何かするときは、ほうれん草だぞ。わかったよ、ボルフラム。はい、注目！そろそろ夜も遅いので、明日のために睡眠タイムに入ります。大賢者はここに泊まるんだろ？渋谷がいいって言ったらね。まあ、ダメって言われても泊まるけど。どっちにしろ止まるんじゃねえか。俺はこの後、グエンダル閣下のとこに野暮用があるんで。ここに泊まってかないの？魅力的なご提案なんですが、うちの閣下を怒らせると怖いから、ここらで撤退しますよ。それじゃ、おやすみなさーい。じゃあ、そろそろ俺も。ダメ、コンラッド。今日はここに泊まってってくんないと。でも。まあ、ベッドは超特大キングサイズだし、4人くらい余裕じゃない？ずっとそばにいると、有利に約束したばかりだろ。そうだぞ。これ、王様命令。わかりました。じゃあ、狭くなると思うけど、お言葉に甘えて。おっと、さすがに人口密度が。でしょ？いいの。ほら、なんかさ、昔の中国あたりじゃ、王様と家臣が仲良くなるために、みんなで同じベッドで寝たとか言うじゃん。そうなんですか？三国志あたりを読んだ時にそんな記述があったような。だろ？修学旅行とかで雑魚寝して仲良くなるのと一緒。一緒かな？一緒だって。なあ、ボルフラム。ってもう寝てんのかよ。早っ。ホンビーレベルト教の天使の寝顔を見たら、こっちまで眠くなってきた。おやすみ。村田も早っ。じゃあ、ユーリ。俺たちも寝ましょうか。だな。明日の朝は何時？そうだな。一番鳥が鳴くくらい？了解。その時間にしっかり起こすから、朝練行きましょう。じゃ、おやすみ。おやすみなさい。じゃなくて。どうしました？今日の挨拶は違うのにしようよ。違うの？どんな？だからさ、コンラッド、新魔国に、お帰りなさい。はい。ただいま、ユーリ。